皆さんおはようございます。渋谷さんです。2泊した帯広をようやく離れます。昨日はね、結局オフ日でしたね。動画編集したり、ご飯食べたりとか、朝は六花亭の本店でクリスピーのあれ超美味しかった、あれを食べたり、あとコーヒーが無料になったりするのも嬉しいですよね。で、お昼はとんだっていう地元で人気の豚丼屋さんで、帯広は豚が名産なんで、もうこれね、めちゃくちゃ美味しかった。どこにもう油の部分ですね、もう油の部分が全然違う。プチンと弾けて溶ける、濃厚で、夜は編集に行って、あと晩ご飯はインディアンっていう地元の人に有名な、カレー屋さん、あれ美味しかった。で、激辛にしたんですよ、一番辛いやつ。これが本当に辛くて。で、朝ごはんはセイコーマートの僕が大好きなチキンのペペロンチーノ、これ118円ってやばくないですか？で、今日なんですが、南の大樹っていう町に行きます。距離的には50キロとかなんで、全然遠くないんで、今日もね、ゆっくり、お昼にね、超有名なジンギスカン屋さんに行くんで、今日も晴天、雲一つない最高の天気です。愛国駅に着いたので、ここで休憩したいと思います。ここね、初めて聞いたんですけど、昭和4年に開通して現在は廃線となっている旧国鉄広尾線、恋人の聖地なんだけど、ここにね、一人でね、小汚い格好をして自転車で来るっていう。で、この駅の中は今ミュージアムになってるのかな。ちょっと入ってみましょうか。で、ここに広尾線の歴史のパネルとか、これすごいな。やっぱり恋人の聖地なんで、皆さんずっと一緒みたいな感じのメッセージとか、あとはなんか香港ジャーヨーっていうのは、中国語で頑張れっていう意味、香港頑張れって書いてる人も今のね、デモの件ですよね。歴史を感じますね。ここなんかいいな、こういうなんか昭和っぽい昔の日本って感じで、外を出ると、これは SL っていうのかな。ごめんなさい、こういうの全然詳しくないんだけど、なんかね、 YouTuber のスーツさんとか興奮するんじゃないですか、これ知らないけど。はい、もうすぐジンギスカン屋さんに着くんですけど、もうこことか本当にノルウェーそっくり、水も綺麗で、もうね、ここでね、キャンプとかしたい終わりのない畑道を3、40分走ってようやく着きました。ジンギスカン白樺、ここ超人気店で、まだ11時半なんですけども、車がねたくさん止まってるんで、ちょっと入れるか心配ですが、お腹ペコペコなんで本当に楽しみ。決まったら読んでください。はいはい、マトンとラムジンギスカンとライスで、これがマトンです。はい、こちらがラムになります。はい、北海道に来て初ジンギスカン。信じられないほど柔らかい、味わい深い。いや、あれはね、いいジンギスカンでしたね。美味しかったし、こんな畑しかないところにあるから、マジでもうオアシスですよ。お肉も柔らかくて、臭みも一切なくて、とても美味しかったです。で、次はこの近くに思いやりファームっていう結構変わった牧場があって、そこでは日本で唯一無加熱の牛乳を提供しているお店。最高。はい、着きましたね、思いやり牧場。お、猫ちゃん、猫ちゃん。ミャオミャオじ
じゃあ牛乳飲みますか。はい、こんにちは。牛乳をいただきたいんですけど、じゃあ小さい方でお願いします。はい、ということで540円で無加熱の生乳を買いました。で、世の中に流通している牛乳って何かというと、生乳をかき集めてできたものが僕たちが普段飲んでる牛乳で、一般的には自然な生乳はそのまま提供できませんが、科学的に安全が証明され飲用できる生乳は世界でここだけ。ただね、540円もしたんで安くはないけど、匂いはね無臭ですね何の匂いもしない。じゃあいただきます。これめちゃくちゃうまいすごくクリーミーですごくあっさりしてる。山の水とかって喉越しいいじゃないですか。すごく綺麗だから、そんな感じ。この牛乳生乳もごくごくいけちゃう。本当にクリーミー、奥深い味が。これは美味しい。本当に日本でここでしか飲めない味ですからね。また来るね。30分ほど走って、この旅初めての道の駅ですね。中札内道の駅。道の駅好きなんで見つけたら入るようにしてるんですけど、何気に今回は初ですね。で、いろんな地域の名産、野菜中心でしたねが売ってあって、あとはお土産とかで、その隣の売店で枝豆ジェラートを見つけたんで、それを買ってみました。350円で、この小さいコーンを、スプーンとして使うみたいで、ここ中札内は、枝豆が名産らしい。ちょっと早速いただきましょう。美味しい甘すぎない。枝豆の味自体もそんなに強くない。でも、もう後味が少しほんのり枝豆で、あと豆独特のこのザラザラした食感がちょっと味わえて、この甘すぎないのがいいね。もういくらでも食べれちゃう困ったことに。で、その道の駅の裏のこの美しい、エリアで食べてます。本当にね、旅始まって以来天気が良くて最高に気持ちいいです。道中面白いものなさそうなんで、皆さんと旅館でお会いしたいと思います。はい、着きました。まだ午後3時20分。今日はね、もうだいぶ早めですね。距離的にね、あんまりなかったからね。ということで、ナウマンホテルアルコ、ここに宿泊します。チェックインしました。今日終了。イエーイやっぱりね、今3時半なんですけど、これぐらいの時間にね、もうチェックインしてお風呂ゆっくり入って、コンビニで、ビールとあてを買ってゆっくりするのが最高。はい、ということで、ルームツアーですね。ホテルアルコということで1泊7000円でした、この時期で。はい、ということで、ここが入り口ですぐ左に行くと、洗面台。結構綺麗ですね、ここで。トイレで、目の前に、ゴリラみたいなやつがいて、で、ここが冷蔵庫。ここにね、めちゃくちゃアイスクリームとか、アイスクリームは無理かな、ここ入るか。アイスクリームとかビールとか詰めまくるんで、もう覚悟しとけ、冷蔵庫。すいません、この旅始まって初めてのちゃんとした宿なんでテンションがおかしいけど。で、ここが和室です。かなり広い。10畳以上はあるんじゃないかな。開けると、特に何もないけど緑があって、向こう側に山も見えます。で、1階に温泉があるんで、もう北海道といったら温泉ですよね。そこにね、今日だけで3回で、明日の朝1回入るのが一応目標です、今日のやばいやばい、お風呂終わったんですけど、
すぐそこにナウマンゾウ記念公園前っていうね、なんか化石とか展示している、僕がワクワクしそうなやつがすごい近くにあって、でももう20分で終わっちゃうんですよ。ちょっと早く行かなきゃってことで今急いでます。もう4時半なんで急がなきゃね。でそこにも道の駅があって、虫類の道の駅、これもねもう閉まっちゃうよね。でも先にナウマンに行きます。ナウマンゾウっていう種類の、ゾウの化石が残ってるらしい。貴重みたいですよ。入れたんですけど、入場料300円って書いてあってここに来てねケチっちゃいましたはい、入らないことにしました。だってゾウの化石に300円払える、ケチらないというコンセプトで始めたこの旅ですが、ついに出ちゃったね、僕のこのケチり癖。ケチっていうか、多分自分が価値を感じないものにお金を払いたくないんですよ。だって僕昨日とかジェラートに1000円ぐらい使ったからね。種類が名産のゆり根のコロッケを買いました。250円。なんか植えてから収穫するまで3年かかるみたいで、かなりの高級食材みたいです。パリパリ。この白い箇所がゆり根かな。ちょっとねこれがゆり根っていうのがちょっと分かんないけど、とにかく美味しい。でもやっぱり芋自体もいいんでしょうね。十勝の甘いいい芋が入ってる。まずは日が沈み、外が一気に寒くなってきたところで宴を始めます。まず飲み物のラインナップが、はい、間違いなくこれです。札幌クラシック。これはちょっとお試しでガラナサワーも買いました。きゅうりの酢の物110円、道産タコの白菜キムチ119円、道産豚肉のチンジャオロース200円、ホイコーロー230円、焼き鳥バラエティセット、唐揚げ、麻婆豆腐丼。こちらが本日のラインナップです。ちょっとね買いすぎたね2500円もしたんだけど。味めっちゃ染み込んでる。これ正直もう揚げたてではないからカリカリはしないけど、ビールに本当に合う。めっちゃ山椒効いてる。いいね。なんでこれを食べつつ編集しつつで、明日はえりも町ですねに行きます。北海道の最南端ではないんだけど、道東の中では最南端。はい、自転車旅何日目だ、4日目とか5日目の8時です。今日はえりも町まで行きます。あれでも十勝出身のモーリーさんからなんかメッセージ来てんな。広尾を越えると黄金道路という道路がありますが、裸道が多くトラックが近くまで走り危険な場所です。私も高校生の頃に北海道を半周したことがあり、黄金道路は危険でした。本当に何かあった時は連絡ください。やめるか。はい、ということでえりも町の手前ぐらいのバス停で止まりました。計ね2時間近く乗ってましたね。もうすぐ岬に着きます。着きましたね、えりも岬。由来はアイヌ語のエンヌム、岬という意味ですね。一応ウニが取れるみたいで、あと特徴としては、冬でもマイナス10度を下回らない。で夏も気温がとても低い。だからその気温差ってのが北海道の中でも少ないみたい。じゃあ岬を見に行きましょうか。おお、めっちゃ綺麗。小さい、島じゃないけど小さいその島みたいなのが、荒々しい感じでたくさんあって、でこっから下に降りれるのか。で向こうの先っちょまで行けるみたいですね。
取れるんでおすすめしておきます。で今日なんですけど浦川まで行きたいと思います。55キロぐらいなんで今12時ぐらい、まあ5時とか6時までに着けばいいかな。おー最高、絶景。ちょっと北海道を走っててこの景色は初めてかもしれない。左右に海が見える、岬ならではの光景ですよね。もうね言葉では言い表せないほど綺麗です。綺麗な海、広い空、山、もうすべてがある。えりも町の方に着きました。さっきはえりも岬、セイコーマートを見つけたので救援物資を買いました。北海道産メロンソーダ、北海道産チーズ蒸しケーキのとろけるプリン、あとこれフォロワーさんにおすすめしてもらった、クロワッサンで、コイデル用の栄養補給のカロリーメイトとコーヒー。上の部分ふわふわ、中とろとろ、これ美味しい。クッキークロワッサン、いやあのうまさはねさすがにビビるね。外は本当にカリカリで中はふわふわで、甘さも甘すぎなくてちょうどいいんですよ。教えてくれたフォロワーさんありがとうございました。で次の町サマニまで25キロ、ひたすらね、海沿いを走る感じになります。もうはい、サマニに着きましたね。ここもまた静かな小さな町のようです。一応 JR は開通してるみたい。ただ観光地は特になさそうなんで、ノンストップでもう次の町に行きたいと思います。はい、着きましたね。浦川にあるイーストホテル。今4時半なんで想定より早かったかな。漕ぎ始めて5時間ぐらいかな。55キロでした。早速チェックインしてお風呂入って、どっかね居酒屋入ろうかな。今日は地元民が行きそうな。まあまあ広い。まあ当たり前ですけど東京のビジネスホテルよりは広いかな。で窓を開けると何もないね。あ、でも海が見える。一応まあ普通のユニットバスって感じですね。はい、今日はなんでそんな感じかな特に何も起こんなかった気はするけど、本当にひたすらずっと漕いでました。結構ね疲れましたね今日は。アップダウンもね、初めの方は結構アップダウンがあって、あとは平坦って感じだったんだけど、疲れましたので、お風呂でも沸かして、ちょっとゆっくりして編集して、で夜に居酒屋行ってって感じかな。はい、ちょっと編集とかあれこれしてたらもう午後7時なんで居酒屋探しを始めたいと思います。いやでも本当にもう旅も終盤。さっきもう札幌とか苫小牧のホテル予約してたんですけど、もう終盤だなっていう、もう、ね、結構名残惜しいですね。すでに美味しい居酒屋を見抜くコツ教えてあげます何目線か分かんないけど、まずそのにぎわいですよね。外から見てお客さんの笑い声が聞こえたりするとか、そういったお店は大体大将の性格が良くて、しかも味も美味しい。あとはお店の名前にセンスがあるかどうかも結構大事で、どこにでもあるような名前じゃなくて、何度でも言いたくなるようなそういう感じの名前のお店は大体うまい。これ全部僕が好きな小説家石田祐介の小説に書いてあったことなんですけど、本当に外れないです。割と大きな通りに出ましたね。そこにイサミ寿司っていう寿司屋とか見つけました。味の助六にします。美味しそうでしょ名前が。
一人なんですけど。定食になります。どうぞ。はい、この山賊焼きが看板メニューらしい。いい色してますね。早速。プリプリ。なんだろう、プリプリというか、バウンシー。なんか、バウンシーなんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。味は唐揚げに似てる。濃すぎない。で、胸肉とか手羽先とか、あとドラム。いろんな部位が入ってて楽しいです。食べてて。やっぱり大人になってからチェーン店とかよりはこういう、地元の、個人店の方が好きになりましたね。もうあとはコンビニでビール買って、あとおつまみもね買って、それつまみながら編集って感じですね。ではまた明日の朝に。